疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。今日はね、ちょっと友達っていう言葉について面白いなーって思った話をしようかなって。実は日本語の友達っていう概念、他の文化と比べると結構狭いんだよっていう話なんですけど、英語、特にアメリカの文化なんかだとフレンドっていう言葉はすごく広く使われているんですね。SNS のフォロワー関係よりも広いかもしれない。一度しか会ったことないとか、ちょっと挨拶したことがあるぐらいの人でも、誰かを紹介するときに、Oh, he's my friend! って平気で言うんです。で、それを聞いた周りの人たちは、あの人とフレンドなのすごいってびっくりしちゃう。こういう経験ありませんか？向こうの文化では、一度フレンドリーに接したら、もうフレンドって呼ぶことで、相手に心を開いていることを示すんですね。でも日本だとその場合は、知り合い、アクインタンスって呼ぶのがしっくりきます。日本って見知らぬ人から友達になるまでの間に、かなり細かく段階が分かれているんです。挨拶をする程度の知り合い、話す機会は多いけど、プライベートでは遊ばない同僚やクラスメイト、そして休日に連絡を取り合って遊ぶ友達、さらに深い悩みも恥ずかしい部分も全部話せる親友。僕の中にはもう一つすごく大切にしているカテゴリーがあって、それは戦友っていう関係なんです。僕は DJ や VJ、舞台スタッフとかエンターテインメントの現場でいろいろやっているんですが、一緒にイベントを主催してみんなを笑わせたり、楽しませる仕掛けを作る仲間たちのことを愛情っていうか敬意っていうか、それを込めて戦友って呼ぶんです。英語で言うところの partner in crime に近いニュアンスですかね。ただの同僚じゃなくて、難しい案件を一緒に乗り越えたり、同じ企みを実行したりするような特別な存在。僕の人間関係の中では、この戦友っていうのが一番多いかもしれないですね。つまり僕の中でコンベンションで一緒に働く人、みんな戦友にカテゴライズされるし、その中でも日常的に会話した人っていうのは、友達に該当します。こういう段階が細かいのって、日本に親しき中にも礼儀ありっていう距離感の文化が根付いているからだと思います。どれだけ仲が良くても、相手のテリトリーに踏み込みすぎない、迷惑をかけない、そういう気遣いができる関係がいい友達とされるわけですね。他国の文化から見たら、そりゃ壁があるとか、冷たいって映ることもあるかもしれないですけど、実は相手を思いやった結果なんですよね。今僕アバターで話してるじゃないですか。この VR チャットの世界でも、ものすごく面白い現象が起きているんですね。システム上つながった人のことを日本語でもフレンドって呼ぶんですけど、みんな無意識のうちに表面上のつながりをフレンド、そして仲良く遊ぶ人たちのことを友達って明確に言葉を分けて使っているんです。外来語のカタカナをただの翻訳じゃなくてソーシャルなつながりっていう新しい役割を持たせているんですね。思考は言語から形成されるって言いますけど、僕たちが何気なく選んでいる言葉そのものが人間関係の距離感を作っているっていうわけですね。こんな風に使い分けるのって日本がそもそも漢字、カタカナ、ひらがな、英語を使い分けてるからこそでもあるわけですね。何を使うかでニュアンスが全然変わるんだもん。VR チャットのフレンドや友達みたいに皆さんも無意識のうちに言葉で距離感を使い分けていることありませんか？例えばソーシャルメディアのフォロワーとかリアルの友達の違いとか自分なりの人間関係の言葉の線引きがあったらぜひコメント欄で教えてください。いろんな人の感覚すごく聞いてみたいです。というわけで今日はそんな感じです。以上です。